これも結構効きますよ。これね、ここですよね。やばいですよね。はい、これやばいですね。大丈夫かな。このお尻をこう上げてこうやるのができなかったんですよ。今これができるんで。いや、全然違いますね。いや、すごいですよ、これが本当にできなかったですからね。これすごいです。腰が痛いということで、今これと右の腰からお尻にかけてということで、はい、一番痛いのは、右の腰のちょっと上のあたり。上の方の丸々腰というところですね。どれぐらい前から痛みは出ましたか？1週間前。1週間前からですね。その時なんかギクッとしたとか、それともなんかだんだん痛くなったとか。だんだん痛くなった感じですね。朝起きてこう活動してると。そうですね。ちょっと中腰作業をしてて、はい。ちょっとなんかこれちょっとぎっくりじゃないかなっていうような痛みみたいなのが少しだけ走って、そこから徐々に強くなっていって、で翌日はもう起きるのもできないぐらい痛くなったっていう感じです。はい。どんな感じですか今？例えば座ってこう履こうとした時の時に、はい、いやもう、こうやった時点で痛いです。この時点で、はい。外側ですか？はい。これか、こういうところか。こういうところらへんですか？ですね。はい。そっか。結構中まで固まってんな。OK。うわ、右の骨盤が動かないな。今、ちょっと今は自覚がなかったかもしれないですけど、こっちの骨盤がこう動くの感じと、こっちって分かります？この動きの違いですよね。こうは骨盤が動いてくれるんですよ。で、ここはガチって固まってて、こっちは動かないですよね。で、背骨は、背骨はまだ動くか。まだ動いてくれるか。そうですね。体って、背骨がこう動いてくれて、骨盤が動いてくれるから、こういろいろこう動けるわけなんだけど、左はまだいいんですけど、右側の、よくありがちなパターンの仙腸関節からこの陽線関節のこの辺りがロックされてるから、この骨盤のこういう動きができなくなってるんですよ。これもできないんだけど。なので、そうすると、ここが動かないから背骨もこう動いてくれない、右のここが。こう動いてくれて、前後できるわけじゃないですか。それが、ここがロックされてるから前に行かないって感じなんですよね。なので、筋肉をほぐすとかよりも、それ以前にまず、この骨盤と肋骨が骨盤と、背骨か。骨盤と背骨がスムーズにこういう連動して動けるようにしないと、いつまでたっても筋肉も緊張しっぱなしだから変わらないんですよ。なので一番まずやらなきゃいけないのはこのロックを外してあげるような、治療っていうかな、ケアをしてあげて、で骨盤と背骨がこうスムーズに動けるようにしてあげて、筋肉とかにストレスかからないような状況にしてあげる。それが一つ大事かな。左右に倒すんですね。そうだ、こっちはダメです。これダメ。もうここで痛いです。はい。反対は？反対もここまで来ると痛いです。痛みは少ないですけど。右に倒す方がですね。前後前と後ろとかは？前はもうこの辺で痛いです。これぐらいで、はい。後ろはあんまり痛くないです。後屈はそんなにか。はい。そしたらちょっといい？このまま、このままやっちゃいます。いい力でやってください。はい。さっき言った股関節と骨盤のつながりのこの連動性の悪さ、これをちょっとね改善していきますので、一回。もう一回いきますよ、右足。
ぱ股関節ってすごい人間の体のこうやっぱ動きのね基盤になるから、やっぱり普段から股関節周りがどれだけちゃんとこの僕の中で関節がこうすごくペタってなるみたいな柔らかいとかそれが重要っていうよりも、いかに股関節をうまく全体的に全部こううまく使えるか、それが大事だと思ってるんですよ。でもほとんどの人はって今もう股関節の動きが 100% したらもう 5,60% しか使わないで体を使ってるんですよ。なのでそういう動きしかしてなかったら、やっぱりさっき言ったこの他の関節とうまくこう組み合わせて使えなくなるんで、やっぱ腰とか痛くなりやすくなるから、やっぱそういった意味ではいかにこの股関節をこう本来の動きぐらいまでスムーズに普段から使えるような体にしてあげてるか大事だと思いますよね。柔らかいかどうかはあんま関係ないですよ。ペターってなるみたいな、最近流行ってるんですけど、また開きができるようになるかみたいな、あんなの正直どうでもいいんですよ。大事なのがいかにうまくこの関節を使えるかっていうのが大事なんで、もちろん柔らかいに越したある程度柔らかいに越したことないんだけど、逆に柔らかすぎると今度は柔らかすぎて他の関節とかに負担かけちゃうんですよね。さっきよりスムーズにいくの分かる、ね、なくなりましたよね。こうした時も最初ね、こっちがあんまりこう動いてくれなかったんですよ。でもこうやってやるとだいぶこのスムーズに動いてくれるようになってきてて、ちょっと膝がもう硬いのかな、ここも硬いな、膝がちょっと動かないんだ。でももしかしたら膝にも負担きてたのかもね。これ膝がね今動いてないんですよ。多分ここが硬いまた後のせいだと思うんだけど、膝でかばって動きをこうケアしてたから、この今膝の関節が動き悪くなっちゃってるんで、それも今ちょっとね、戻していきますね。痛いですよね。痛いですよね。多分ね、このももの前の筋肉で体を支えれるのもあったんでしょうね。そうなんですよ。だからこういうのって気づかないですよ、自分で。OK、だいぶ抜けてきたな。よっしゃ。もう一回ちょっと動かしますよ。これ怖さはだいぶもう、あれもね、いってないかな。OK。これは大丈夫。これは大丈夫。足広げますよ。これは、だいぶいくね。だいぶいきますね。OK。じゃあ、ちょっと今度うつ伏せになるんで、これぐらいやって大丈夫ですか？はい。なかなかここまでこう動かされたことないから、なんか体験したことない感じだと思うけど、響きますよね。こういう股関節の動きはすごいね、だいぶ悪いんですよ。これでちょっとね、この固まってる筋膜とか筋肉のところも緩めていきますね。周りの原因を取り除いてあげると、ここの筋肉とか筋膜の癒着なんかもすごくね、的確に見えるんですよ。そうするとね、どこをどこまでアプローチしていいかっていうのはすごくね、目安が分かりやすくなるんですよね。周りがね、固まってるとね、この原因箇所も他の原因のせいで表面が硬くなってるから、どこまでこう原因が深くまでできてるのかって分かりづらいんですよね。でそうしないと今度刺激が足りなかったり、もしくは逆にやりすぎで悪くなるとか、そうやってね、やっぱり適切な処置ができなくなるんでね。で今度はもう一個、ここのロックかかってるところの癒着を剥がしていきます。これも結構効きますよ。これね、ここですよね。やばいですよね。はい、これやばいですね。
ちょっと足まで響くかも。もう一回動かします。よしよし、大丈夫。OK。でこうやってこう痛みとかでひどい時は一回やって一回やって終わりっていうよりも何回もこう小分けにしてね、こう繰り返し施術をしてあげた方が体の負担も少ないし、あとは治りもいいんですよね。やっぱり今みたいにこっちを緩めてあげるとまたこの骨盤のこの固まっているのもより深いところの塊が見えてくるんで、そしたらまたこっちを緩めてあげると、そうするとまだ今度は腰の筋膜とかの癒着も見えやすくなるみたいな感じで、相乗効果なんで、いっぺんにね全部ここやったら終わりとかいうよりも、こうやって小分けに小分けにどんどんこう繰り返しやってあげた方が施術効果とかも。大体の人そうなんですけど、ぎっくり腰ってもうその場でね痛くなりだしてその近辺その日とか前の日とかの原因だけじゃないんですよね。やっぱもうね何日何ヶ月前から溜まったものがたまたまその日ちょっとこうリミッター外れちゃった感じなんで、まあ、皮膚なんかのこんなん取っとけばほぼぎっくり腰ってならないと思うんですからね、大体のぎっくり腰は。なんかすごいスポーツ選手とかやったら話は別だけど、よし、ちょっとこれで失礼。これでもう一回ちょっと座って確認してもらっていいですか？したいんで、いいですか？起き上がりも楽かも。起き上がりも楽だったね。だいぶ起き上がるの楽になりました。はい。OK。じゃあ、一回立ってみましょうか。それでちょっと動きましょうかね。右側そうかな。あ、減ってますね。だいぶいける。お、だいぶいきますね。いけますね。OK。はい。反対も大丈夫か。はい。前屈はもともと硬いんですけどあ、でも痛みは全然もうここが張って前に行かない感じです、痛みでいけない感じではない。痛みでいけない感じじゃなくて、純粋にもうここ筋肉が筋肉がじゃあだいぶそれじゃあ痛みが減ってるな、いいですね。あとはじゃあもう一回ズボン履く姿勢とかどうかな。あ、でもこれだったら普通に履けそうですね。そうですね、だいぶいけますね。OK。じゃあちょっと寝返りとかなんかもう一回動き確認しようかな。ちょっといろいろこうそこにもう一回寝返りとかしてみる。大丈夫かな。このお尻をこう上げてこうやるのができなかったんですよ。今これができるんで。お尻を上げて動くのができなかった。けど今できる。今これできますね。OK、いいですね。激痛がしてたのは今走らないんで。いや、全然違いますね。全然違う。いいね、よしよし。今こうした時にほらこれ。本当ですね。だいぶねこの骨盤が動きますよね。最初に言ったこのロックが外れた状態になってるから。さっきのお尻を上げた時の動きとかも結局骨盤と背骨が動いて初めて、ああいうねお尻を上げる動きできるんだけど、それがねこれロックが外れてないとできないんですよね。なのでこれだけ動くようになるからだいぶ動きとしては普通の動きができるようになってきた。そうするとこの筋肉、こういう筋肉に負担がかからなくなるんで、それで治りが良くなってくるって感じですね。これでちょっとじゃあ様子見てみましょうか。わかりました。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい。いや、すごい。ここまで治ったのは1週間ですごいですね。それね、大きな声で言ってみて、もう一回大きな声で言ってみて。なんか今これ。いや、本当にここ1週間でここずーっと痛かったんで、上がりも打てなかったんで、今の動きができるのはすごいですね。そうですよね。はい、よかったです。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。撮影もありがとうございます。いや、すごいです、これが本当にできなかったですからね。これすごいです。ね。でもこういうこと言うとあれだけど、ちゃんと見てやればそんなにね難しくないレベルのぎっくり腰これ。正直言って、これぐらい改善できるのは正直できる。ちゃんとしたことやれば。なので、まあちゃんと見れるかどうかの問題でしょうね。なのでこれぐらいのことできるようになれると思いますので、ぜひ
今日の経験生かしてみてください。はい、わかりました。